どうもありです。今回は砥石の動画なんですが、サムネイルでもわかる通り砥石を割ってしまいました。もうショック。落としたとかじゃないですからね。勝手にね、天然砥石って勝手に割れるんですよ。保管方法が悪いと。なので今回の動画は、皆さんもね、こうならないために、天然砥石の保管方法、そして使った後の乾かし方、そして養生と言われる防水処理についてお話ししていきます。では行きます。まず改めて勘違いしてほしくないのが、落としてしまったとかぶつけてしまったってわけではなく、朝起きて、さあ今日も研ぐぞってなって砥石を見たら割れてたんですね。もうすっごい綺麗に割れてたんですよ。自然のものだから、その人造砥石と違って、環境が悪い、保管方法が悪いと割れたりします。ほんと天然砥石ってピンキリで、しかも自然のものなのでもう一つとして同じものはないんですね。安いものだと1000円ぐらいであるんですけど、もう10万、20万超えるものとかも普通にあるので、もうそういったものがね、割れた時はもう立ち直れない。ってことで、じゃあどうすればいいか。まず使う前に養生というのが必要です。養生とは一言で言うと防水処理のことですね。砥石の研ぐ面以外のところ、この側面とか裏側ですね。ここに壁を作るんですよ。そうすることでそこからの水の侵入を防いだりとか、壁があることでそもそも割れにくくなったりとか、そうする作業のことを養生と言います。で、この天然砥石を購入するときに養生されてるものもあればされてないものもあります。されてないものはもちろんされててもね、薄かったりとかちょっと剥がれてたりとか、そういうこともあるので、天然砥石を扱う方、これからね購入する可能性がある方はね、今回の動画見てて絶対損はないので、ぜひ最後までご覧ください。ではやっていきます。最近ね、この我が家に来たこの子たちを養生していきます。養生といったらね、ある液体を塗っていくんですけど、それをする前に大事なのが座りを良くすることです。天然砥石って物によってね、底が安定していないものがよくあります。だからぐらついてたらもう研げないので、下を安定させるとか木にね貼り付けたりする人もいるんですけど、座りを良くするために下側を削ってください。で、削る砥石は電着ダイヤですね。アトマがすごくおすすめです。アトマの粗めが非常におすすめです。ただこれ見る人からしたらちょっとね否定する方もいるかもしれないんですけど、コレクターですね、砥石の裏側の跡とか、その側面のねノコギリの入り方のその傷跡とか、そういうのを残しておきたいって人も結構いるんですよ。コレクターとかはもう絶対残してます。もうハンコとかも使わずに絶対残してたりするんですが、そういう場合はね、下を削るってことは絶対しないので、木の板に貼り付けたりとかそういったことで安定させてください。では座りが良くなったら塗る作業をしていきます。使う道具はカシュ漆塗料、カシュ薄め液、ハケ、マスキングテープで適当な端材ですね。この端材というのは砥石のね面より小さくて高さを少し上げられるようなものなら何でもいいです。まずマスキングテープで下準備をします。研ぐ面にテープを貼ります。隣でねちょっと別のことをしてるんですけど、このやり方無視してください。ちょっと実験でやってみたんですけど、圧倒的にテープを研ぐ面に貼った方がいいという結論になったので、今回のやり方だけ紹介します。で、テープ貼れましたら下に段ボールなりね新聞紙なり引いて台となる端材を置きます。で、その上に砥石を置きます。この端材と砥石をねテープで貼り付けちゃってもいいです。では次、カシュの準備。カシュ塗料の濃度を調整するために薄め液を加え塗りやすい濃度にします。この割合は僕はカシュ7、薄め液3くらいですね。正直この割合というのはそこまでこだわらなくていいなと個人的には思います。この濃度というのは塗りやすいか塗りにくいかとか、ムラになりやすいかなりにくいかとかの話なので、結局固まります。極論そのままでも別に塗れなくはないし、実際周りの方で全く薄めずに現役のままいく方もいます。濃度が濃いとねムラになりやすいんですけど、そこは塗り方の技術次第でカバーできます。全体をとりあえず塗った後に最後ねハケにつく液体の量を調整しながら一方方向に塗っていけばムラになりにくいです。ちなみにハケについてですが、このハケが今のところ僕は一番おすすめです。確か200円ぐらいでしたねこれ。あと注意点ですね。この塗る作業をするとき必ず換気をしてください。室内でやる場合には必ず換気ですね。この薄め液がシンナーみたいな匂いしたりとか、カシュも結構匂いするので、ずっと吸ってるとちょっと頭おかしくなります。はい。あとカシュ塗るときは手袋つけないんでいいんですかっていうね質問もあったりしますが、漆塗料とね書いてあるので、かぶれるんじゃないかってね心配になる人は多いと思います。結論から言うとしなくていいです。カシュは基本的にかぶれないです。カシュってそもそも何かっていうと、その名の通りカシュナッツから取れる油からできてるんですね。だから実際には漆ではないです。漆に最も近い塗料として漆の代用として使用されてたりする商品です。はい。で、濡れましたらこれを乾かします。乾かすときはホコリがかぶらないようにね上から箱を置くといいです。で、乾かす時間ですが24時間は乾かしてください。実際はその一晩とかでも乾く可能性ありますけど、表面だけが乾いてたりとか、あと時期によっても乾くスピード違うので、もう本当に丸1日空けるのがベストですね。で、この塗る作業をもう一度します。2回塗りもしくは3回塗りしたら完成です。この塗る回数について僕は気持ち濃度濃いめに塗ってるので2回で終わらせることがほとんどです
ですね。砥石によって素があったりとかすごい染み込みやすいものもあるので、そういう場合は3回塗ることもあります。で、ハケについて、塗った後のハケですね、塗るごとに捨てるのはもったいないので、乾燥しないようにラップで包むとか、僕がやってるのはそのまま液体の中に入れといて、それごとそれが乾燥しないようにその大きめのジップロックとかで密閉してます。はい。で、もうこれ以上塗らなくていいってなって、固まったらテープを剥がします。あとはこの角の部分にそのカシューがねついてるので、面取りをすれば終了です。面取りをする時も一応注意なんですが、内側から外にやっちゃうと剥がれやすいんですよ。なので外内でやると剥がれにくくなります。で、今回の養生方法以外にももう一個石酸という塗料もあって、よくこの石酸かカシューかみたいな、石酸派かカシュー派かみたいな、そういう話もあるんですが、僕はどちらも実際試しました。どちらも試した結果、もうカシュ一択です。石酸がいいっていう人は透明度を気にされてる方ですね。これがね、実際に石酸で養生したものです。かなり透明度高くて、側面見たら層の状態とか色とか分かりやすいんですね。そのメリットは確かに大きいんですよ。でも一番の欠点が弱いんです。耐久性というか養生能力が。なんでかっていうと、石酸って水性で匂いも気にならなくてめっちゃ塗りやすいんですよ。なんですけど剥がれやすかったり溶けたりとか、そうなりやすいので、とにかく割れたくないっていう目的のための養生だったら石酸はちょっと頼りないです。で、石酸の今の特徴の一方、カシューはというと、カシューってね、いろんな種類があるんですよ。で、その中でも最も透明度の高いスーパークリアというものを使ってもだいぶ黄色になります。この色だけが欠点なんですけど、めちゃくちゃ強いです。しっかりと砥石を守ってくれます。なのでさっきも言ったように、もう割れるリスクをとにかく抑えたいという場合はもうカシュ一択です。では次、使用後の保管方法について。天然砥石は水につけてはいけません。だから使用後に限らず使用中も使用前もです。人造砥石はね、結構10分ぐらい水につけましょうっていうねものがありますが、天然砥石は水につけてはいけません。使う時はただ水をちょっとかけるだけ。水につけてしまうとかなり割れやすくなります。実際にこの砥石がその水に一晩つけてたら朝起きて割れてたものですね。ものによっては逆に乾燥させてはダメだから水につけときましょうってね、情報もネットであったりするんですが、もちろんね例外もあります。僕の経験上ですけど、ちゃんと養生して乾燥という感じがどの砥石も一応当てはまるんじゃないかなと思ってるんですが、もし見てる方でそこら辺詳しい方いたら、この砥石は絶対こうがいいとか、そういったね知識があればぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。で、続けると使用後、その砥石を干す時ですね、これもちょっと注意点あって、ものによってですが、やっぱ水が染み込みやすい天然砥石って、もちろんその砥石の使ってて砥石の中に水が入るじゃないですか。その時はその研ぐ面を下にして乾かしてほしいんですね。壁にかける時はこうじゃなくて、研ぐ面を下でこうってことですね。これはね、以前動画に登場したゆうまさんが教えてくれてましたよね。要は養生された面が下にあると、その水の逃げ場がなくなってすごく臭くなったりとか、あとそれが原因で割れやすくなったりとか、そういうことがあるみたいです。あと直射日光ですね。直射日光もあまり良くないって聞くので、日陰で干すようにしましょう。はい、ということで養生のやり方と保管方法はこんな感じです。次にこのように割れてしまった場合どうすればいいかというお話をします。細かくねもう砕けてしまったらもうどうしようもないんですけど、綺麗に割れた場合はもう一回修正することができます。同じように使うことができます。器と一緒ですね。器も綺麗に割れたら金継ぎで綺麗にできるじゃないですか。あれと同じような感じです。で、そのくっつけ方ですが、僕もねいろんな人に聞いて実際やっていいなって思ったものを紹介します。それが結論、タコ糸で縛ってその上から養生をすることです。中にはね接着剤、その研ぎを邪魔しない接着剤があるみたいなんですけど、その接着剤を使ってくっつけるっていう方法も聞くんですけど、僕はねその断面に何も塗らずに固める方法がいいなと思ったので、ちょっとそれを紹介します。はい、もうシンプルにこんな感じでタコ糸で周りを縛ります。これやると分かるんですけど、ちょっとずれやすいんですよ。なのでタコ糸で縛る前にテープで固定しちゃってからやってもいいですね。その方が巻きやすいと思います。で、このようにしっかりとぐるぐる巻いて、先ほどの養生のやり方と全く同じですをすればこのような感じになります。これが固まったものですね。もう全く問題なく使えます。ぜひね割れてしまった場合は参考にしてみてください。はい、ということで以上ですね。ここまで動画見ていただきありがとうございました。最後に僕から質問です。見てくれてる人ね結構天然砥石に詳しい方多いので、ぜひお聞きしたいんですけど、それは養生する必要がない天然砥石はあるのか。もうこの砥石に関してはもうほぼ割れることがないから別にする必要ないよみたいな、そういったものがあればねちょっと教えてほしいです。もうどの砥石にも限らず絶対にした方がいいっていうもちろん意見もあるだろうし、あと気になるのが砥石によって側面とその上の面を使い分けたりするじゃないですか。青砥とか天草とかもね僕持ってて、その側面と使い分けるんですよ。研磨力が違うから。そういう砥石の場合の養生方法ってすごく難しくて、
どうすればいいんだろうなっていうのをね考えてるんですけど、ただ実際それは養生してなくて、その側面とねいろんな面を使って今のところずっと割れてないので、そういったもの、天草とか青戸とかは割れにくいのかなとは思ってたりもして、ただ割れたらやっぱ嫌なのでちょっと養生はしたいなとは思っててっていう感じで今悩んでるところですね。であともっとねこんな養生方法もあるよとか、こんな面白い養生方法もあるよとか、そういったことがあればぜひ教えていただけると嬉しく思います。では終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。